はいということで降りてきました。いやー満足です。動画でどれぐらい撮れてるかわかんないんですけど、確かに滝に見えましたね。パイロットも言ってたんですけど、あれはイリュージョンということで、そう見えるっていうだけでさすがに水中にまた滝があるっていうことではありません。はい、ということで車に乗り込みました。で、今からなんですけど、ちょっと早めに乗れたこともあって暇になっちゃったんで、急遽ですね、ちょっと別のビーチに行こうと思います。おそらく Google マップで見た限りだと、モーリシャスのこのメインの島で一番南ぐらいにあるビーチじゃないかな。ちょっとそこへ行ってみようと思います。着きました。モーリシャスのメインの島でおそらく一番南ぐらいにあるビーチ。名前がグリスビーチっていうちょっと面白い名前のビーチですね。駐車場に止まってる車はほとんど数台しかいなかったので、あんまり人は来てなさそうですね。でも平日の午前中だしね。で、改めましてグリスビーチ、島の南側、ちょうど南側にあるはずなんですけど、結構この辺波高いですね。じゃあビーチまで降りてみましょう。はい、下まで降りてきました。いやー、やっぱ波が高い。誰も海に入ってはいないですね。じゃあ水温チェック。でも水はやっぱ綺麗だ。うわ、来た。冷たいかな。ちょっと20度ちょいって感じだと思う。しまった。海の海水の勢いがすごくてクロックスが砂だらけになっちゃった。どっかで洗えるかな。グリスビーチは以上です。11時45分になりました。暑い。めちゃくちゃ天気良くなってきた。でですね、今日から泊まるのはルモーンっていう地区になりまして、モーリシャスの島の一番南西ですね。そちらに宿を取っております。チェックインが2時からなので、まだちょっと早いので、そのルモーンっていうところのビーチに車で行こうと思います。ビューポイントがあったので途中下車しました。Google マップによるとマコンデビューポイントって書いてありますね。なんかいい感じになってますね。ちゃんと綺麗に階段になってる。行ってみましょう。一番上まで上がってきました。今またちょっと曇っちゃったけど、でも確かに景色はいいかな。これはよくわからない木ですかね。気持ちいいっちゃ気持ちいいです。このビューポイントは道端に車を止めるスペースが結構あるので、車を駐車してここを登ることができます。はい、では改めてルモーンビーチへ向かいます。さっきお世話になったラグーンフライトの場所ですね。いや、ここいい場所だよな、広々としてて。はい、着きました。モーリシャスの島の一番南西側のルモーンビーチというところに来ました。ルモーンビーチ思ったより広いな。ずーっと向こうまである。そして入ってる人も結構いますね。ここは結構やっぱ人気みたいですね、ルモーンビーチ。で、今また太陽隠れちゃったけど、海は確かに綺麗ですね。でも結構海藻浮いちゃってんな。水温はやっぱちょっと冷たいね。で、あと結構貝殻もあるな。時期にもよるのかもしれないけど、ルモーンビーチちょっとな。で、このルモーンビーチの反対側にはですね、こんな岩山がありまして、名前はルモーンブラバンというらしいです。結構ここを登るのも人気みたいですね。今昼の12時53分になったんですけど、めちゃくちゃ腹減った。数日前にスーパーで買ったポテチとコーラで済ませます。で、これ多分スーパーマーケット U ってとこのオリジナルなんですけど、プリングルスとほとんど変わんないぐらいうまいです。めちゃくちゃうまい。で、今日から泊まるホテルはこっから車で数分ぐらいの近いところになります。で、チェックイン2時からなんで、今1時10分なんですけど、1時半ぐらいに出ようかなと思います。はい。では、時間1時33分になりましたので、今日から宿泊する宿へ向かいたいと思います。宿着きました。レジデンスマビエラっていうところかな。チェックインしましたが、想像と全然違くてびっくりした。ここが部屋なんだけど、トイレ、シャワー、水回りはこっちだそうです。一回外出なきゃいけない。で、冷蔵庫やら何やら自炊はここでできそうですね。自炊するつもりないんですけど。じゃあ部屋、ルームツアーします。ベッド。綺麗そうですね。で、エアコンはあるんだ。で、作業台がある感じ。テレビとかセーフティーボックスはないっすね。部屋は狭いです。眺望としては超ギリギリオーシャンビュー。で、水回りになります。いいよ。一応清潔そうではありますね、外だけど。プレハブ小屋みたいな感じ。で、ハンドソープっぽいものがあります。
で、これはわかんないけどシャンプーと思われるものです。で、共有スペースにはプールがありますね。この規模の宿の割にはそこそこの大きさじゃないですか、プール。Wi-Fi はまさかの結構早い。いいっすね。で、こちらの宿、こちらに2泊します。booking.com で予約して、2泊素泊まりで117ユーロでした。今現在だとこういうレートになります。なので、2150円ですね。はい、ちょっと宿でゆっくりしてました。で、今、夕方5時38分です。ちょっと早いんですけど、夕飯食べに行きます。で、場所どうしようかなと思ったんですけど、この宿からの近くに1軒だけレストランがあるっぽいので、今日はそこで食べようと思います。宿の裏手にはですね、ルモンブラバンがドカーンと立っております。いや、すごいところにあるな。宿から5分で着きました。ワパラパムアイランドイータリーというレストランになります。ではこちら入ります。中暗いので外の席にしました。ちょっと今日はお酒はやめとこうと思います。今注文してまして、パイナップルジュース。食べ物はホワイトフィッシュセビーチェってやつと、プローン&エッグプラントカレーにしました。で、あとこちらはクレカ払い OK とのことでした。店内はこんな感じですね。パイナップルジュースでビタミンを取ろうと思います。普通の味。思ってたよりずっと早く提供されました。まずセビーチェですね。ホワイトフィッシュセビーチェだっけ。いただきます。いただきます。うまい。で、セビーチェらしく酸っぱくてちょっと辛いって感じで、大量の玉ねぎがちょっと辛くしてる。あとパイナップルまで入ってる。あとはネギと、これは唐辛子じゃないかな多分。ペルーで食べるセビーチェより酸っぱさは少ないですね。で、そしてプローン&エッグプラントカレー、エビとナスのカレーのはず。なんか見た目インドカレーっぽいね。いただきます。じゃあまず一口目はナスと一緒にいただきます。ナスは柔らかくて美味しいですけど、ルーは何とも言えないですね。ちょっとインド風のスパイスもありつつ、ココナッツが入ってるから辛くはないというか、むしろちょっと甘かったり。続いてエビ。思ったよりでかいエビだった。かなりでかいエビでした。いただきます。エビはもう殻剥いてあって食べやすくて、普通に美味しいですね。で、ただやっぱルーがね、もうちょっと辛い方がこのインド風のスパイスに合う気がするんですよね。改めて辛さは全然ないですね。そこはどうなんだろうって感じです。好みの味じゃないとはいえ、でかいエビがめちゃくちゃ入ってた。なんか逆にナス少ないんですけどっていうぐらいにエビが多い。でも 7,8 匹入ってたんじゃないかな。ごちそうさまです。お会計1560ルピーでした。でですね、ちょっと残しちゃいました。お腹いっぱいで残したんじゃなくて、カレーが辛みもない深みもないで、食べてるとただの作業みたいに感じてきて食べる気しなくなりましたね。このレストランでカレーは多分やめた方がいいと思います。こんなこと言うの久々ですよね。レストランに微妙ですわっていうの久々な気がしますけど、少なくてもカレーはマジで微妙だと思います。ここでは宿へ帰ろうと思います。本格的に体調悪くなってきた気がする。道中は予想通り真っ暗でしたが、なんとか宿へ帰ってきました。部屋の中は暗くてすいません。部屋の中の電灯を全てつけてるんですけど、それでこの暗さでございます。マジで体調悪くなってきて、今日は薬飲んでシャワーも浴びずに寝ようかなと思います。今のうち言っとくと、明日一日部屋で寝込みますっていう事態にもうなりうるので、あらかじめご了承いただければ助かります。時間はまだ6時半と早いんですが、すいません。おやすみなさい。おはようございます。7月22日火曜日、朝9時42分になります。体調は良くはなってないんですけど、とりあえず朝食を食べに行こうと思います。ちょっと遠いんですけど、車で20分弱ぐらいのレストランまで車で行こうと思います。つい30分前ぐらいすごい豪雨が降ってました。すぐ雨止んだんで良かったですけど、その影響で今涼しいですね。10時4分、お目当てのお店来ました。ノマドっていう名前のレストランです。名前微妙ですが、入りましょう。朝食メニューはこんな感じになっております。これにしようと思います。お店はこんな感じで結構おしゃれな感じですね。平日とはいえ全然お客さんがいないのはちょっとびっくりしたけど、あと飲み物はカフェラテって飲みました。うまい。はい、来ました。豪華ですね。めちゃくちゃうまそう。いただきます。メニュー名は凝った名前にしてたけど、イングリッシュブレックファーストですね。ソーセージも結構こだわって作ってるっぽい。ちょっと臭みがあるソーセージでいい感じです。で、ベーコンはめちゃくちゃカリカリ。
めちゃくちゃクリスピー。まあ、これは好き嫌い分かれると思います。まあ、味はいいんですけど。ごちそうさまでした。お会計800ルピーでした。いや、腹パンパンっすわ。量多かった。今からですね、どうしようかなってずーっと悩んでて、まあ、このままもう正直宿帰って安静にしてようかなと思ったんですよ。体調も悪いんで。思ったというか今でもちょっと思ってるんですけど、モーリシャスいろんなビーチ行ったんですけど、島の東側はほぼ行ってないなと思ったので、こっから遠いんですけど、車で1時間半以上かかるっぽいんですけど、ちょっとそこ行こうかなと思います。1時間ちょいかかってやってきました。場所はですね、ベルマーレパブリックビーチというところで、モーリシャスの島の中の南北でいうと真ん中の一番東のビーチになりますね。東側に来たのは初めてですね。はい、やってきました。ビーチでございます。今天気がいいからっていうのもあるけど、綺麗ですね。いいっすね。一応水温チェック。あ、冷たい。でもまあどこも一緒かな、モーリシャスは。20度ぐらいじゃないかな、多分。東側のビーチってどうなんだろうと思ったけど、結構いいっすね。遠浅なのかな、めちゃくちゃ綺麗に見えます。で、ただビーチにはやっぱ貝殻のカスとか、あと海藻もちょっとありますね。まあ、その辺がちょっとだけ微妙だけど、でも海は綺麗。こうして見ると水はかなり綺麗ですね。まあやっぱ若干貝殻のカスとかがあるから裸足になると痛い部分もあるかもしれない。でも中入ると貝殻とかもなさそうだから、裸足になっても痛いとかそういうところは少ないんじゃないかな。岩とかもないし、なかなかいいと思うよ。個人的には今まで本当たくさんのビーチ行きましたけど、モーリシャスでかなり上位に入りますね。2番か3番ぐらいかな。相当いいと思います。で、ただどっかの宿のスタッフというかオーナーが言ってたんですけど、東側って風が強いって言ってたんですよ。確かに風強いですね。で、ただそのおかげでパラセーリングができたりしますね。かなりいいっすわ。今日水決まってこなかったんだよな。ちょっと入りたいレベルで、このベルマーレパブリックビーチ良かったですね。で、このベルマーレビーチは適度に人はいますね。トイレはもちろん着替えるところもありますね。チェンジングルームって書いてある。着替えルームが用意されてるの初めて見た。まあ、ちょっと他のビーチもあるのかもしれないんですけど、私が見つけたのはここだけですね。ベルマーレビーチだけですね。ということで、ベルマーレパブリックビーチでした。いやー、思ったより全然良かったですね。いつかまたモーリシャスに来たら、この辺で宿を取るかもしれないですね。まあ多分もう来ないけど。それではですね、モーリシャスの南西から東までもう一気に横断してきたわけなんですけども、ホテルの方に帰ります。2時45分、宿に帰ってきました。島を横断して往復してきたら、もう3時前っていう。とりあえず夕方まで部屋の中で休みます。時間はですね、夕方5時21分になりました。まあ、ディナーの場所は決めてはいないんですけど、まあ、ディナーと、あと、夕日を見に、また、一番西のルモンビーチへ行こうと思います。昨日行ったルモンビーチの駐車場よりもっと南、本当にルモン半島っていうのかな。この半島の一番南西の方に駐車場があるみたいなので、そこを目指して、行ってみようと思います。はい、近いのですぐ着きました。このルモン半島、そこの中でも一番の南西側ですね。で、ビーチに来てみたら、すごいびっくりするほど人がいっぱいいた。こんな人いると思わなかった。でもみんな座ってのんびりしてるってことは、多分夕日を見に来たんだろうね。私と一緒で。今日の日の入り5時50分みたいなので、あと19分、今5時31分なんだけど、こんな感じで綺麗ですね。この夕日を見に来たのと同時にですね、夕飯場所を探そうと思ってたんですけど、この辺ないっすね。ルモンビーチ沿いって超高級ホテルが立ち並んでるんですよ。だからもうちょっと北上したら何かあると思うんですけど、まあ夕日見終わったら車でちょっとだけ北上して、まあどっかのホテルのレストランで食べようかなと思います。
夕日も見終わって、ちょっと暗くなってきましたね。では、ちょっとだけ車で北上して、どっかの高級ホテルの中にあるレストランに行こうかなと思います。セントレジスホテルの近くに車を止めて、今、敷地に入ろうとしたら、レストラン事前に予約してないとダメだって言われて、マジか。どうしよう。どうしようかと思ったんですけど、車宿に置いて昨日と同じレストランに行きます。すいません、動画的につまんないと思うんですけど、セントレジスに限らず、どこも予約してないとダメかもしれないので、確実に食べられてクレカ使える昨日と同じレストランにさせてください。カレーは微妙だったんで、カレー以外を頼もうと思います。はい、ということで、特に気に入ってもいないけど、ワパラパムアイランドイータリー来ました。2夜連続です。そういえばモーリシャスのラムが人気有名らしいんですよね。全然わかんないけど、このクラシッククラフトってやつにしようかな。食べ物はツナにしようと思います。グリルからラムをオンザロックでいただきましたが、めちゃくちゃ量少ないいただきます。私にはごく普通のラムとしか思えないですね。普通です。相変わらず提供が早い。で、これが付け合わせのアボカドサラダですね。で、こっちがツナ。いただきます。アボカドサラダがタレが甘いんだけど、なんですごい不思議。なんでこんな甘くするんだろう。だんだん腹立ってきたななんでこんな甘くするかな。フルーツ系の甘さですね。パイナップル的な感じです。続いてツナです。ちょっと暗くて見づらいと思うんですけど、いただきます。まあ普通ですね味は結構シンプルで、多分塩コショウぐらいだと思う。で、表面をちょろっとパリッとするぐらい焼いてる感じだけど、まあマグロ焼いたらこんな味になるよねって感じですね。マグロの断面はこんな感じで、結構焼き具合はレアめかな。中は全然生です。グリルツナなんですけど、3口で飽きましたね。まずいわけじゃないんだけど、一応付け合わせのレモンかけて味変するけど、すぐ飽きる。このレストランダメだと思う、正直。ごちそうさまです。お会計1310ルピーでした。今日でモーリシャスに来てちょうど1週間経ったんですけど、モーリシャスは飯がまずい。これ間違いないと思いますね。昨日のカレーもひどかったし、今のアボカドサラダとツナのグリルもうひどかったっすね。ここほどじゃないけど、今までモーリシャスで食べた料理、他のやつも微妙だったんで、今までで一番うまかったの、グランベのフードコートで食べた中華ですね、多分。宿に帰ってきました。でですね、明日、ついに、モーリシャスを出国します。明日のフライトはですね、夕方の5時ぐらい、4時55分でした、確か。になるので、全然明日もゆっくりなんですけども、明日この宿確か10時半までにチェックアウトしなきゃいけないので、チェックアウトした後車で空港方面へ向かいつつ、何しようかなっていうのをまだ決めてないところですが、もうやることないんですよね。なのでちょっとどうしようかまだわかんないんですけど。で、今日はですね、以前スーパーで買ったビールがまだ1本残ってたので、これとポテチで口直ししつつ寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。7月23日朝9時です。今から朝食を食べに行きます。で、場所はですね、2夜連続でディナーを食べて酷評したレストランに行きます。他に選択肢がないんですよ。昨日みたいに車でちょっと出せばもちろんあるんですけど、チェックアウトの時間もあるんで、仕方なく酷評レストランへ行きます。コーヒーがさすがにまずいってことないっしょ。なのでコーヒーと軽めのなんか食べれればそれでいいやって感じです。はい、ということで3回目の訪問となった激まずレストラン、ワパラパムアイランドイータリーです。朝食メニューはこんな感じのようです。このアボカドトーストでいいかな。はい、アボカドトーストに卵が乗ってます。見た目は非常にいいですね。あとコーヒーですね。いただきます。では、いただきます。昨日のアボカドサラダみたいに変な甘さがあったらどうしようと思ったんですけど、一応そんなことはないですね。ただ、うまいかと言われればうまいとは思わない。食えるけど、うまくはない。ごちそうさまでした。お会計540ルピーでした。今回のアボカドは甘くないって言ったと思うんですけど、食べてたらやっぱちょっと甘かったですね。いやー、まずかった。
塩を振りかけてなんとか食べきりましたが、このレストランがまずいのは間違いないですね。はい、宿に帰ってきました。でですね、チェックアウトをいたします。なので星5つ中の評価をするとですね、難しいんですけど 2.5 でお願いします。星3つが裁縫ありの基準にしてるんで、多分裁縫はしないですね。場所は確かにいいんですよ。ルモンビーチっていうモーリシャスの中でも結構人気のあるビーチに車で数分で行けるっていうところで、それでいて1泊1万ちょいっていうのは悪くない料金だと思うんですよね。料金面は悪くないと思うんですけど、ちょっとね、やっぱトイレとシャワーが別、一回外出ないといけないっていうのはちょっと不便ですね。シャワーはギリいいんですけど、トイレが外っていうのはめんどくさいですね。あと虫がとにかく多いです。この宿にいる時に何箇所も刺されたんですけど、蚊は多いですし、動画では映してないですけど、チェックイン直後にその辺にヤモリがいたりとか、今朝シャワー浴びてる時にもケツに当たったなと思ったら緑色のバッタみたいなのが落ちてきたりとか、なかなかきついですね。虫嫌いの人は絶対無理でしょうね、この宿は。で、ただ自炊できるスペースがあるので、自炊派の人とかにはいいのかもしれないですね。で、あと Wi-Fi なんですけど、チェックイン直後はのスピードじゃんって話したんですけど、めちゃくちゃ不安定で、半分以上の時間は Wi-Fi 使い物にならなかったですね。その点含めるとないっすね、私の中では。なので 2.5 にしました。ではチェックアウトが10時半までのはずなので、10時半頃にチェックアウトして車で出発しようと思います。宿チェックアウトしました。昨日言ったようにフライトが夕方4時55分ということで、時間あるんでどうしようかなっていう感じなんですけど、とりあえず空港近くに行こうと思います。で、空港の近く行ってからまた考えます。海も大体行ったんでね、運転しながら考えたいと思います。11時55分、1時間20分ぐらいかけて着いたのがですね、なんて読むんですか、ボーバロンモールですかね。ショッピングモールです。なんでここに来たかというとですね、マクドナルドがあるんですね。朝飯もまずかったし、マクドナルドで口直ししようと思います。実はアフリカってマクドナルド少ないらしいんですよ。それもあって1回も行ってないし、ただその前にですね、せっかくショッピングモールがあるんで、ちょっとだけ中覗こうと思います。中入りましたが、両替所もありますね。そんなに大きいショッピングモールではないんですけど、綺麗でいい感じのとこです。スーパーもありますね。で、クイックシルバーってモーリシャスに多いっすね。なんでだろう。クイックシルバー以外はあんまり聞いたことのないお店ばっかっすね。地元のお店なのかな。進んでいったらフードコートもありましたね。マクドナルドで食べようと決めてたんですけど、フードコートでもいいっちゃいいな。マクドナルドはショッピングモールの外にあるんですよね。こっち側にあります。今12時ちょうどなんですけど、もう食べちゃおう。入ってきました。イートインでいいか。変わったメニューはなさそうかな。残念ながら変わったメニューはなさそうです。お菓子系スイーツ系はあるけどね、でもあんまりです。注文終わりまして、クレカ払いもちろんできます。ダブルチーズバーガーのセットみたいな感じ。ポテトとドリンクで290ルピーでしたね。日本と変わんないですね。日本と変わんないんで、特別美味しいとかじゃないけど、モーリシャスで食った飯の中では抜群にうまい。ポテトも普通です。12時48分に車に戻りました。ガソリン入れてもう空港行こうと思います。ということで、まずガソリンスタンドへ。今ガソリン入れまして、ちょうど1000ルピーでしたね。では空港へ向かいます。はい、ということで1時半に空港に戻ってきました。久々のドライブでしたが、特に何もなく終えることができました。暇なのでこの後の話をします。一応アフリカ大陸は一応一周しまして、でマダガスカル、モーリシャスと来ました。でですね、次の国が最後の国になります。最後に行くのはですね、セーシェル
という国になります。このモーリシャスよりもうちょい北、赤道方面に北上したところにあるこちらも島国になりますね。そのセーシェルという国へ向かいます。制限エリア内に入ってきました。で、そういえば自分も忘れてたんですけど、トリップドットコムの無料特典でラウンジに入れるのを申し込んでて、すっかり忘れてました。なので今ラウンジにいるんですけど、マクドナルドで飯食う必要なかったですね。モーリシャスのまとめをしたいと思いますが、まず結論から言うとですね、はっきり言ってわざわざ苦労してまで来るとこではないですね、正直。私みたいに近くに来たから、ついでに寄ってみるかぐらいならいいと思うんですけど、例えば日本からモーリシャスのために来るっていうのはおすすめしません。アンダーウォーターフォール、あれは確かに見れてよかったなとは思います。でも正直それぐらいですね。海は確かに綺麗は綺麗なんですけど、ビーチが石とか貝殻とかもなくてサラサラの砂だけですっていうビーチは少ないですし、そしたらモーリシャスレベルの海はいろんなところにあるかなって正直思います。で、何よりも飯がまずい。飯まずいはガチだと思います。なのでわざわざ来るとこじゃない、正直。私は過度な期待をしていたのかも分かりませんが、いや微妙っすよ、モーリシャス。それが感想です。っていう感じなんですけども、この後ですね、セーシェルという国に行ってまいります。今回のアフリカ一周旅19カ国目、最後の国になりますね。航空会社はエアセーシェル、セーシェル航空ですねになります。モーリシャスからセーシェルに行ってまいります。ということでモーリシャス編はいかがでしたでしょうか。良くも悪くもこんな感じなんだと思っていただけたら幸いです。役に立った、面白かったと思っていただけたならチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回セーシェル編ですね。今回のアフリカ一周旅の最後の国になります。そちらでお会いしましょう。